日本はですね、約7割から8割が包茎というふうには言われておりまして、締められて血流が悪くなることによって精子の質も下がってしまって不妊症なんていうこともありえます。ゼウス。それではですね、ティアさんにご質問させていただきます。包茎というものがあるかと思いますが、何か気になるところとかですね、何かありますか？やはりですね、ちょっと衛生的な部分、ちょっと匂いの部分ですとか、なんか雑菌がちょっと溜まりやすいのかなっていうイメージはあります。そうですね。はい、そうするとやっぱりすっきりしてほしいなっていうのが正直なところですかね。正直なところ、そういうふうに思うことが多いですね。はい、わかりました。ではですね、包茎についてですね、少し私の方からお話しさせていただきます。ではまず包茎についてというところですが、まず諸国ではですね、宗教上の割礼をするような文化もあったりしますし、あとはアメリカですとか韓国とかですね、やっぱり手術をする方がほとんどというような国もあったりはしますが、日本はですね、約7割から8割が包茎というふうには言われておりまして、大部分の方がいざとなったら気筒が露出する火星包茎というところですが、一部には新生包茎という全く気筒が露出しないパターンですとか、あとはですね、包皮を剥いた時に締まってしまう関東包茎というものがあったりはします。先生、はい、包茎だと何か重要な問題ってありますか？はい、じゃあそちらもお答えいたします。先ほどティアさんもおっしゃっていただいたような衛生面の問題というのが少しあるのかなというふうには思います。まずですね、包皮包まれている皮とあと気筒の間にですね、汚れが溜まりやすくなりますので、感染症ですね、皮膚の感染のリスクが高まります。あとは包皮孔と呼ばれるですね、皮の穴のところなんですが、そこが小さいとですね、尿がそこからまっすぐ飛ばなかったりとかですね、その間の隙間の皮のところが膨らんだりとですね、排尿障害というものにもなったりはします。あとはですね、皮膚に覆われたままですやはり気筒が大きくなれずですね、性交障害にもつながったりします。さらにですね、あとは関東包茎、締まってしまう場合ですね、やっぱり痛みがあるので満足のいくような性行為ができなかったりですとか、あとは射精障害をきたしたりですね、で締められて血流が悪くなることによって精子の質も下がってしまって不妊症なんていうこともありえます。いろいろリスクがあるのになぜ手術をしないケースが多いんでしょうか？そうですね。じゃあそちらもですね、こちらの私の試験で答えさせていただきます。お願いします。やはりためらいの要素が大きいのかなというふうには推察されます。やっぱり困ってはいるんですけども、誰に相談していいのかわからないですとかですね、あとは手術の時の痛みですとか、その後どういうふうになるのか、あとはお費用の話でもですね、やはり心配があるのかななんていうふうには推察します。ゼウスクリニックさんではこのような手術は行えるんでしょうか？はい、そうですね。やはりですね、ご希望というかご要望も多いので、私どもですね、手術の方を受け付けております。ご年齢とかですね、あとは形も踏まえてですね、縫い目をできるだけきれいにするとかですね、色のムラができないようになんていうですね、術後のことも考えながら丁寧に施術を行いますので、お困りの方は一度ご相談いただければと思います。先生、手術の、時期の目安はありますか？そうですね。こちらに関しても年齢によってというところはあるかと思いますが、成人の方に関してはいつでも特に手術の時期としては問題ないと思います。で、やはりきっかけとなるようなことが多いのは新たなパートナーさんができた時とかですね、やはり銭湯など人目に触れることに抵抗があると、あとは皮膚感染症を繰り返す方なんかが多いかなというふうに思います。で、お子様についてはですね、二次成長が来る中学生の頃までに気筒がしっかり露出できるようになるといいかなと思うんですが、やはり包まれてですね、陰茎や気筒が大きくなるチャンスを逸してしまいますから、あとはですね、最近は介護のためのケアですね、やはり不衛生にならないようにというところで手術をされるようなご高齢の方も多いかと思います。ちょっと気になる点ではあると思うんですけども、手術の際に麻酔などはされるんですか？はい、当院ではですね、局所の麻酔のみで行っております。陰茎の根元の部分とあとは切る皮膚の部分ですね、そこだけ麻酔をしますので、その間は特に痛みを感じることはほとんどなくですね、施術はしっかりできるかというふうには思います。先生、手術時間はどのくらいかかるんでしょうか？そうですね、症例にもよるんですけども、約30分ぐらいというところが一つ目安になるかと思います。術後はですね、包帯をぐるぐるに巻いたままですね、数日間お過ごしいただくんですけども、縫う際にですね、その縫う時の糸は自然に吸収されるものを使いますので、後からまたお越しいただいて糸を抜かなきゃいけない抜歯というのは不要です。で、ご心配な方に関してはですね、術後約1週間ほどのところで診察も行いますし、あとは遠方から来られたりとかですね、あまり最新の希望がないという方は、その手術の時だけですね、お越しいただくでも問題ないかと思います。先生、思ったより手術ってそんな大変な施術ではないんですね。そうですね、ハードルはそこまで高くはないかと思いますね。なんか
インターネットとかの情報だけですと間違った情報とかなんかこう認識を間違えてしまいそうなので、ぜひゼウスクリニックさんでご相談いただけるとはい、嬉しいですね。そうですね。よろしくお願いいたします。お願いします。